こんにちは、つんです。今回は辞めた家事の続編です。今から2年半ぐらい前に辞めた家事っていう動画を投稿したんですけど、これが想像以上にたくさんの方が見てくださって本当にありがとうございます。あれから2年半が経ちまして、私としても面倒なことはやりたくないっていう性格は相変わらずなもので、その後に辞めた家事、そもそもやってない家事など、今回は全部で6つご紹介したいと思います。ぜひ最後までお付き合いください。あなたの辞めた家事もぜひコメントで教えてもらえると嬉しいです。自動製氷機を使うのをやめました。今の冷蔵庫には自動で氷を作ってくれる機能っていうのが当たり前のようについてますよね。我が家の冷蔵庫は今年で9年目。初めの1、2年はこの自動製氷機も便利に使っていましたけど、年数を重ねるにつれ、この見えないところの汚れに不安がよぎるようになりました。この見えない部分の汚れは自動製氷機クリーナーで洗ってもいいんですが、それで洗ったとしても、それ以外のお手入れからは逃れられません。改めてお手入れ方法を確認してみたところ、水受けケースが年1、2回、給水パイプ、給水ポンプが月1回、給水タンク、浄水フィルターが週1回。もう考えただけで気が遠くなりました。タンクやフィルターも常々洗いにくいなぁと感じていたし、最近は夫が月に数回晩酌で使うだけなので、1袋100円弱の氷を買って入れています。この先また氷を頻繁に使うようになった時には、製氷機を買って作ろうかなと思っています。自動製氷機を使わないと割り切ったことで、お手入れもいらなくなったし、気持ちも楽になりました。フリーザーバッグの詰め替えをやめました。今までは100均のケースに詰め替えていました。使っていたのはセリアのキッチン消耗品収納ケース。ゴミ袋とか水切りネットをすっきり収納できる大人気の定番アイテムなので、使っている人も多いんじゃないかなと思います。我が家は釣り戸棚の中に入れていて、扉を開けた時にもすっきり見えるので結構長い間気に入って使ってましたが、年々詰め替えるのが面倒になってしまいました。しかもこれ私が使ってたのは旧型のケースなので入れにくかったんですよね。今売ってる改良版はもっと使いやすくなっています。最近はこのアイラップの方がよく使うようになったので、それが見直すきっかけにもなりました。今は詰め替えることをやめてパッケージのまま使っています。これ横から開ける仕様なんですけど、それを無視して天面をカット。今更ながらうちはこの方が使いやすかったです。やっぱり詰め替えないとちょっと見た目はあれなんですが、普段は扉を閉めてしまうのでいいかと思いました。今までは扉を開けてケースを出して、ケースから袋を出して、そのケースを棚にしまって扉を閉める、全部で5つのアクションが必要だったところ、詰め替えをやめたら扉を開けて袋を出して扉を閉める3つのアクションになって使い勝手も良くなりました。今回たまたまうちの収納には合わなかったんですが、このキッチン消耗品収納ケース自体は縦に置いたり引き出しの中で使う場合はとっても使い勝手がいいアイテムです。
バスアイテムのポンプディスペンサーをやめました。振り返れば物心がついてからずっと当たり前のように使ってきたポンプタイプ。大体これで売ってるんで当然ですよね。ただこれいつも最後の方になるとまだ数回分あるのに全然出てこなくて毎回イライラしていました。こうやってね、お風呂場で逆さにしてバンバン叩くっていうのがルーティン。そして洗うのもめんどくさい。100歩譲ってボトルの方はまだいいんですが、このポンプの方が洗えど洗えどなかなか泡が切れません。その上に口が小さいので乾きづらいっていうのもストレスでした。ここだけの話、もうこの洗うのが嫌すぎて2回に1回は秘伝のタレ方式、つまり継ぎ足しですね、をしちゃっていました。ということでボディーソープは無印の詰め替えボトルを使っていたんですが、これをやめてダイソーのソープホルダーに変更しました。液体タイプのボディーソープをやめて今は石鹸を使っています。いろいろ検討した結果、シャンプーとコンディショナーはニトリの下から出るマグネットディスペンサーに変えました。これ以前の動画でもレビューしたんですが、その名の通り下から出るタイプなので引力に逆らってないっていうところが合理的だなと思いました。およそ2ヶ月ぐらい今使ったところなんですけれども、納得できるレベルまで使い切れています。粘度の高いコンディショナーでもこの通り。ちょっと分かりづらくてすいません。口が広いので洗いやすいのもポイント。ノズルも細くて短いのでポンプタイプよりも泡切れが早くて短い時間で洗うことができます。ギリギリ手を入れても洗えました。ちなみに私の手は決して華奢ではございません。手の甲がちょっと広くてですね、腕輪が入らないこともあります。直接ね、中に布を入れて拭けるっていうところも良かったです。今これ私は手で拭いてしまってますけど、もし手が入らなければ布を入れて割り箸とかでぐるぐる拭いてもいいですね。ここまで拭ければもう乾くまで長時間待つ必要もありません。もし拭いた後でも微量な水分が気になる場合は、このマーナのボトル乾燥スティックがおすすめです。これをディスペンサーの中に入れておけば、テレビを見てる間にカラカラに乾いていました。この時はね、2時間ぐらい放置してました。もっと言えば、詰め替えパックをそのまま使えるタイプっていうのがありますよね。あれならボトルさえ洗う必要がないので、もっと楽なんですけれども、我が家は浴室乾燥機を使っている間は外に出しておきたくて、自立するボトルタイプを選びました。マグネットでしっかり浮かすことができて、ポンプタイプを使っていた頃よりもご覧の通り見た目もすっきりした気がします。はい、そして前回の動画でご紹介した通り詰め替えのタイミングが来ましたので、セリアの残さず絞れるスティックを使ってみようと思います。カッターの切れ味は相変わらずいいですね。まずはある程度入れてからスティックで絞ってみました。慌てずゆっくりぎゅーっと2回ぐらい絞ったところ、パッケージがこんなにぺったんこになるぐらいしっかり絞ることができました。これは結構いいかもしれません。
ちなみにこのディスペンサーを紹介した時の動画では、その時に使ってたコンディショナーの粘度が高すぎて全然出てこなかったんですよね。この時は本当に焦りました。その後ですね、試供品サイズを4つくらい買って検証した結果、今回のコンディショナーはちゃんと出ました。これ夜のしっとりタイプっていうコンディショナーです。ご参考までに。現金払いをほぼやめました。最近はキャッシュレス化が進んでいるので、現金で支払う機会もぐっと減りましたよね。我が家は現金でしか支払えないお店以外は、たとえ100円以下の買い物でもカードで支払っています。カードも銀行口座も家計用とお小遣い用と仕事用に分けて管理。最近はカードが使えないお店でも PayPay とか楽天ペイとか電子決済が使えるお店がほとんどなので、アプリにカードを登録して支払っています。カード払いっていうのはポイントが貯まることもメリットなんですが、何より家計管理がめっちゃ楽になります。なので私はもう10年以上このスタイル。使っている家計簿アプリはマネーフォワードミー。カードや銀行を連携しておけば、家計簿がほぼ自動で完成します。私は月に1回数少ない現金払いの入力をしながら、身に覚えのないカード利用がないかとか、使いすぎていないかっていうのをチェックするだけ。マネーフォワードミーには家計チェックとか分析レポートとかそういう便利な機能もあるし、銀行だけでなく証券口座も連携できるので、お金を一括で管理できて本当に楽になりました。私はパソコンの方が使いやすいのでブラウザ版を使っていますが、もちろんスマホでも使うことができます。気になる方はアプリの詳細を概要欄からご覧ください。スーパーに行くのをほぼやめました。我が家の近くにはミニスーパーっていうのは結構たくさんあるんですけど、何でも揃う大型スーパーまでは歩いて15分ぐらい。往復の移動と買い物で1回につき1時間以上はかかります。フリーランスって在宅ワークなんですが、意外とね、時間取れないんですよね。ということで、週1ペースぐらいでネットスーパーを利用しています。ネットスーパーなら重いものも家まで届けてくれるし、暑い日とか寒い日とか雨の日は特に何キロもの荷物を持って歩くのは一苦労。ネットスーパーは本当に神。家にいながらにして注文できるっていうのがメリットで、あれまだあったっけとかっていうのが家の中だったらすぐ確認できるし、店内だとついやりがちな余計な買い物も防げます。とはいえ、私はスーパー大好きなんですよ。楽しいですよね。なので、時間があるときは遊びに行く感覚で新商品とかネットにはない商品を買いに行きますが、ネットスーパーは時間と労力の節約になるので本当に助かっています。洗い物を拭くのをやめました。今は洗い物のほとんどを食洗機に任せているので、基本的に洗い物は少ない方だと思うんですけど、わざわざ拭かなくてもほっとけば乾きますよねっていうありがたい自然現象を利用させていただき、食洗機に入らない洗い物は洗ったらそのまま放置。夕食の洗い物も寝る頃にはだいたい乾いてます。これなら拭く手間も時間も布巾もいりません。はい、
師を辞めた家事の続編でした。もしまだ第1弾をご覧でない方は概要欄からぜひどうぞ。あなたの辞めた家事、やってない家事もコメント欄から教えてください。少しでも参考になったらチャンネル登録をしていただけると嬉しいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。